おはようございます。たかしです。本日は7月27日木曜日、ただいま8時52分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。しばらく休止してました FX テキストの販売を再開しました。7月いっぱいは1割引きで販売します。また8月から値上げをしますので、購入は今がお得です。詳細は概要欄をご覧ください。それでは冷やしから見ていきましょう。昨日の冷やしと言いますか、ここのところですね、かなり分かりにくい動きをしてますね。冷やしとしては、一応実体はあるものの、上髭、下髭を伴ったようなローソク足。なおかつ、ローソク足の実体部分っていうのが小さいですよね。ということは、動き方が小動きだということ。そして、上がったり下がったりという分かりにくい動きをしているっていうのが、現在の相場です。ただですね、今、冷やしでは、GMMA の向きを見ていただいても分かりますが、今、上向きなんですよ。つまり上昇トレンド中ということですので、今この GMMA の青帯の向き、この上昇のトレンドに従って押し目買いをしていくのがいいんですが、とは言いましても今浅めの押ししかつけていないので、もう一段深く入ってくる可能性もあります。現在は直近の上昇にフィボナッチリトレースメントを引いているんですが、その 23.6% すら達成していない状態、つまりそれだけ押しが浅いということなんですね。ですので一度 23.6% ぐらいまでの押しはつけてもおかしくないと思ってますので、現在地からつける場合は177円ぐらいまでの下落を見ておきたい。ただ基本的には今 GMMA の青帯に接触して強めの要請も出てますので、反発上昇しようという力も強いんですね。ただその中で一度先週の金曜日に強めの上昇をしましたが、そこから今週はずっと調整中ですので、ここから上昇していくタイミングっていうのを見ておくのがいい。ただし GMMA の青帯はこのままダラダラと下抜ける可能性もありますので、そこは注意です。現在ストキャスティクスはデッドクロスしてきてますが、まだ高値圏に届いていないので、もう一段の上昇する可能性があります。マクディは今まで下落基調だったので、下向きでしたが、そのモメンタムっていうのもだいぶ減ってきてますので、ここからは冷やし単位での上昇にいつ入るのかっていうところをやはり見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足では直近強く下落してきて、そこから調整の上昇を行っているようにも見えますね。184円付近からの大きな下落に対して現在調整中、そしてそこから再び下落に入っていくという可能性。それは日足の GMMA を下抜けるような動きになってくると考えます。そうではなく、今この下落に対して今上昇トレンドを小さく作ってきてますよね。今4時間足では安値を切り上げて、そして高値も更新してきてますので、上昇トレンドに入ってきているんですね。ということはここからの押し目買いで次の上昇っていうのを見ておくといいかもしれません。ただし今 GMMA の青帯横ばいなんです。ということは今トレンドがないということですね。上昇しようとはしているんですが上値が重いので GMMA の青帯が横ばいになってしまってますので、現在は昨日の高値とか昨日の安値付近でのレンジを想定しておくといいと思います。つまり4時間足では分かりにくい動きですね。ですのでその中途半端なところで買ったり売ったりするとどちら向きに動くかが分かりにくいところにありますので、基本的には直近の高値、直近の安値を意識してそこでの反発とかそこを抜けてからの動きっていうのを見ておくといいと思います。ただちょっと気になるのが現在マクディが下向きになってきているんですよね。チャートは横ばいなんですがマクディがダイバージェンス気味にもなってきてますので、そこは注意です。では1時間足です。三角持ち合いを描いておりました。これは昨日のブログに書いてたと思うんですけれども、その三角持ち合いを下抜けからの下落になるのかというところですね。昨日夕方のショートムービーではその下落にはついていかない方がいいですとは言ってました。現在は1時間足の GMMA も横ばいですよね。4時間足も横ばい、1時間足も横ばいですので、現在地付近で三角持ち合いとかレンジとかを作りやすい。ですのでこういう分かりにくい動きをしているのが現状です。現在はこの直近の上昇に当てたフィボナッチリトレースメントの 50% 付近からの反発になってますが、 50%、61.8% 付近っていうのは意識されやすいので、例えば昨日の安値を下抜けてきても次 61.8%、180.8 ぐらいっていうのは意識されますので、あんまりどんどん下落していくっていう印象は持たない方がいいかもしれません。ただこの 180.8 付近を明確に下抜けてくると三角持ち合い下抜けからの下落が継続しますので、その場合は180円ぐらいまでの下落を見ておきたい。そして上昇してきた
た場合は、昨日の高値を超えてからですね。昨日の高値を超えてからの上昇。こんなイメージですね。もしこうなってきた場合は、1時間足の GMMA は上向いてきますので、次は GMMA にサポートされたところからの上昇を見ておくといいと思います。その場合は 182.6 ぐらいまでの上昇と考えるんですが、そのあたりっていうのは直前付近に結構揉み合ってますよね。過去のこの先週の金曜日から月曜日にかけてのこの付近っていうのは結構揉み合ってますので、上昇してきた場合も結構途中で反発の下落っていうのは大きくなるかもしれないですね。この金曜日とか月曜日の初動の動きみたいな、そんな感じで上がったと思ったら結構下げられてみたいな、そういう動きをする可能性がありますので、そこは注意です。今は1時間も4時間足も GMMA は横ばいですので、基本的にはレンジなんですが、そのレンジ内でトレードするときは中途半端なところでエントリーすると、どちらに行くのかがわかりませんので、しっかり根拠を持った上でのトレードをしていくことをお勧めします。また、わかりにくいところではトレードは避けるべきだと思いますので、わかりにくいところ、どちらに行くのかなというところではエントリーはしないというところをルールとして守っていけば、無駄な損失は減らせますので、その辺しっかりと自分のルールとして持っていけるといいですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定で夕方にドル円の相場分析を無料でしてますが、プライム投稿という有料投稿もしております。こちらのプライム会員は日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをするという至れり尽くせりの内容となっております。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方はまずは2週間の無料期間からお試しください。無料期間の利用だけでも確実にレベルアップしていただける自信があります。また、プライム会員は少しハードルが高いという方は YouTube のメンバーシップをお試しください。こちらの動画も基礎力アップのためのものです。環境認識とトレードスキル向上にお役立てください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。